たわごとオープン、リリと一緒。早速ご質問の方からお読みします。たわごと質問1クエスチョン。マーさんが制作されているエデンへの帰還、ティアーズ・オブ・ムーについていろいろな噂を聞きます。聞こえてくるストーリーのとんでもない見解を耳に挟んで興味津々です。ぜひどのような作品なのかマーさんにお聞きしたいです。特にラムーの生まれ変わりのタケル君の人々を救えなかった悲しみの涙についてということでね、よくこの人知ってますよね。うちのスタッフがいっぱいいるので誰かが、スタッフは全員脚本を見てますからね、そこから漏れているのでしょうか。そうですね、今ね、絵の方というのかな、それに入り始めたところで音楽はもうほとんど完成して、あとチェコで、プラハでオーケストレーションはもう取ってあるところにデビッド・キャンベルアレンジのものにデリックが、70人ぐらいのコーラスですねを取るということで連絡ありました。この方が言ってるのはストーリーですよね。ヘブライとムーが出てくるんですよ。でここのところが非常にちょっと聞いただけではね、見るとすごくわかるんだけど、ムーがねまだ健在だった頃、2、3万年前という設定ですかね。楽園だったんですね、世界が。でムーの、ラムーの一体である愛のこの世界の一体性、反乱物質的なムーの霊感の書というのが出てくるんですね。その一体の世界が広がっていた、要はナーカルの出先機関が世界中にあったということですね。そしてそれが滅びていったわけです。まず本体のメインのね、それはなんて言うんでしょうかね、ラムーの一体性の国ですね、エデン。今現代ではラムーという長がいたことでムーというふうに言われてますけども、実際はエデンですね。そのエデンが滅びていく、それは聖書通りというか、知識、分離、自我、戦い、競争、喧嘩ですね。それによって滅びて、神が作ったものじゃないですからね。それはもう神の怒りを買うというね、そういうことがあって、ラムーが最後に愛しき母とね、津波とか噴火とか地震とかにで滅んでいくんですよね。その時にこの方がおっしゃってるのは、母が何度でもやれるんだって、もう一度生まれ変わって世界を民を助けましょうってお母さん言うんですよね。そういうストーリーですよ。それで
それがまたヘブライナーカルシュメールになってね、アブラムの物語となり、イサクのね物語となり、イザヤのアロンの杖の話、またモーゼのなぜ兄の軍を滅ぼさないということについての答えですね。なぜ愛したのか、なぜ戦わないのか、一体である気づきを持った長たちの涙ですね。涙によ、その涙が美しいんですね。一体の世界なのにそう生きれない人々の苦しみ、そう生きれないためにトラブルや問題を起こして最後は滅びてしまう人々の、要は一体だってならなかった、喧嘩を習った、競争戦いを習ったためにね、美しい人生じゃなくなってしまう悲しみですね。それ最後はそれで滅びてしまう悲しみをね描いてます。はい。だから音楽もこのようにね悲しいですよね。アブラムさんが軍隊が通っていくのをねイサクと一緒に見ながら、彼らはね一体だと知らない、互いにね一体物を殺し合ってね、一体物をね、そして互いに死んでいく、滅びていくというね悲しみをイサクに伝えるんですね。そういうさまざまなことがありますね。で最終的にラムーが子供となって、本人はねラムーであることは知らないんだけど、子供となってね夢を見るんですね。その波に飲まれたり大変な地震やね、そこからはね何しろ本体をね見ていただく。これ聞いた話だから絶対かどうかは分かりませんけど、スタッフの人でマースフィルムとかいうのかなというのがあるんですよ、海外の方にね。そのスタッフの人曰く、その先行予約っていうのが今あるんですかね。それをしてくださった方には脚本みたいなもののストーリーがね先に見れるというようなね、これも絶対とは言わないですけども、そういう話は聞きましたけど、1、2、3と作ってきました。イザヤの手紙もぜひ見てもらいたいし、1、2の量子力学のねこともとことん見てもらいたいし、ティナが出てくる素晴らしい。だけどねこの4作目は本当にすごい。長さはね1時間半から2時間弱かな。でも本当にね美しい素晴らしいものとねなりました。リリーゆっくりね、ゆっくり食べてね。だからマースの脚本ですからね、ラムーの生まれ変わりのタケル君すごくないんですよ。要は泣いてばっかりいる人々を救えなかった悲しみの涙ですね。そんな感じですね。そして感動します。凄まじく。たわごと質問2クエスチョン。
マーサにお尋ねします。お話を聞いていると感じるのですが、勝ち負けや競争、比較、要は私と他、分離分裂感があらゆる対立から生まれる恐れによって幸せやトラブルなどの人々の運を悪くしていると感じます。真の成功、真の繁栄、真の喜びや真の美しき人生は一体性の愛から生まれるのではないかなと近頃はそう思うのです。おっしゃる通りですね。決して戦いから良きものは生まれないと思います。そのことについてお伝えいただけないでしょうか。ね、前も言いましたけどね、暴走族とか、うちの父親はホーム総合研究所でしたから、犯罪心理学というか犯罪の方々の回帰の仕事ですね。犯罪に巻き込まれる、そういうのに近づく、トラブルに見舞われるっていうのは、一種のメッセージというか、やはり勝ち負けとか競争、喧嘩を信じている量に比例すると父は言ってましたね。だから少年院でも刑務所でもそうなんですが、勝たなくていい、偉くなんなくていい、すごくなんなくていいんだよっていうのがね、ものすごく重要なんですよ。要はそれって分離、自と他の分離、私と他の分かたれから来る価値観ですからね。そうするとトラブルや問題に巻き込まれやすい。そのことに逆に勝たなくていい、競争しなくていい、偉くなんなくていい、すごくなんなくていい、ありのままね、そのままで美しい、そのままでいいんだよっていうね、そういう愛がね芽生えれば、人は再生し美しく神の子に戻り、エデンに戻り、真の繁栄、真の成功、真の美しさに戻るというね、そういうことを僕は聞いて育ちましたけどね。父親がそういう研究してましたからね。競争や勝ち負け、分かたれの自我の恐れ、そのようなものの量によって個人であろうと団体であろうと国であろうと企業であろうと、その運の良さが決まり、そのダメージの大きさやトラブルの大きさも変わってきます。何であっても一体になる愛の安らぎ、安心感、それがあればあらゆるものが健全な良い形に成長し変化し、真に繁栄や運の良さ、輝きや美しい真の成功を遂げていくことでしょうね。その人の美しさ、本来のそのままでエデンが美しいように。なんでエデンが美しいんですかね。エデンは神が作ったからです。人間は関与していませんね。美しい水、美しい空気、美しい人々、一体だと気づいた人々、美しい異性、ありとあらゆるものがあったんですね。自然と人間が作ったものじゃないんですよ。人間がね作ったものはね、家とかね、それも自然界に調和した美しいデザインのね、今そういう建築家の方も多いですよね。そういった家具とかね、そういう美しいものですね。シンプルなね。多分エデンがなんで美しいか、ありのままそのまま神の作ったすべて、その当時は
木の実と果実ですね、それをいただいて暮らしていた。多分ね、僕も分かりませんけどね、最近そういう方が多いですよね。それが一番人間の体に合っているんだっていうね。その辺のことも分かりませんが、体にとっても生き方、人生、喜びにとっても、ワンワンたちにとっても動物たちにとっても素晴らしかったのがエデンだった。だから僕は今回ちょっと挿入歌を書きましたけどね、そのままでね、そのままで全て達成していた。人もきっとそうですね。生まれたままで全て達成していた。完全だった。神の役を持って出てきた。特徴がみんな違う。国もね、企業もみんな特徴が違う。みんなで助け合って、みんなでね、兄弟もみんな特徴が違う。支え合う、助け合う、愛しみ合う、守り合うね。傷ついた人が他を滅ぼす、傷ついたね、攻め込まれた人が防衛のために他と戦うようになる、この悲しみの歴史がね、この世界の歴史、そしてエデンがね、壊されていった。人間のね、たけるくんが大学の先生にそのことを言うんですね。した大学の先生、俺はそんなの習ってない、勝ったり競争したりは発展や進化に必要だって言うんですね、先生が。で、たけるくんはそれは違います、エデンは元からすでに完全でしたって言うんですねそれはぜひね、映画はね、来年春ですね、公開はね。そんな感じでしょう。それまではね、脚本を見るとかねしてみてください。たけるくんはそれで大学を辞めてしまって、量子力学の博士の助手になりますね。そんな世界ですね。これから人類は一体や、愛に気づいて本当に幸せになって、傷ついた何千年何万年の痛みを癒して、みんなね、エデンへ帰ることを心より願います。それじゃまたお会いしよう。リリー、またお会いしましょう。お相手はマース、たわごとマース&たわごとリリでした。リリはたわごと言わないかさようなら。いい子だね、リリ。さようなら。リリ、お尻かわいいね、白いところがあって、いい子だよ。バイバイ。はい、たわごとインナー、リリと一緒。今日はね、その一体の、要は戦わない、自我が存在しない、私がいない、私と他という分離がない、そんなエデン、そんな学び、教育、おじいちゃんやお父さんがそれを伝えてくれる。
一体なんだ、何もなんなくていい、ありのままそのまま完全だったっていうエデンの教育ですね。それが今人類にないと、戦いや競争や喧嘩で人類はもう滅びてしまうんじゃないかというね、そういうご質問ですね。それからよく成功とか繁栄っていう言葉がありますけど、分離したまま喧嘩したままそんなことが可能でしょうかね。そんなことは可能でないというね、そんな学びを気づきの映画ですね。エデンへの帰還、愛への帰還、競争や比較、自我、喧嘩、争い、それでは何もいいことが起きないね。人に勝ってもいいことが起きない。人を滅ぼしてもえばっても偉くなってもすごくなってもいいことは起きない。いいことが起きないのになんでそれしてんだろう。いいことが起きるのは、素晴らしいことが起きるのは、一体の思いで他を思いやり、他を支え、他国を尊びね、共に一緒に助け合って生きる、みんながね、ありのままそのまま生まれたまま、すごい使命と力を持って出てきて、例えばワンワンの皆さんのワンワンも、僕で言えばリリがいてくれることでどんなに力づけになるか。リリは何もしないけど全てするんですね。世界ってそうなんですよ。あらゆる人は神の子で、みんな最高の能力を持ってるのに何かにならなきゃいけないね。それがその人の美しさを破壊してしまう。その恐怖がね、勝たないと偉くならないと、他を滅ぼさないと、勝たないと、うぬぼれないと、優越しないと、そしたらその人の神のような美しさ、天使は堕天使になってしまう。その人の素晴らしさは消えてしまう。その人の運の良さ、その人のね、成功する力、繁栄する力は全部消えてしまう。喧嘩や競争で滅びてしまう、破滅してしまう、そんな悲しみ。エデンはそれを称えています。その悲しみを称えている。その悲しみに満ちている。それじゃあまたお会いしましょう。お相手はたわごとばっかり教門のたまったリリアンドマスでした。Letter from Isaiah. Will of Isaiah. Now on air. Digital distribution start.